こんにちは。今回はマウントキャラバンについて改めて解説していきます。バトルイマジンを入手するためにコツコツ毎日利用している人が多いと思います。効率の良いやり方やおすすめのバトルイマジンの場所など、早速見ていきますね。マウントキャラバンは、クエスト、冒険者登録をしよう。クリア後からアステルリース開拓局の受付 NPC から利用できます。まずマウントキャラバンの受付 NPC と話すと、マウントキャラバンの場所を選べます。街の使いでは主に染色系に必要なアイテムが入手できます。街の使いの場合だと、マウントイマジンは一つだけ選択でき、派遣時間は5時間のみです。派遣するとログインしていない間も、この時間が経過し、5時間後に報酬を受け取れます。通常報酬は必ず受け取ることができますが、ラッキー報酬は確率で獲得できます。この街の使いでは投稿時点で新作パフォーマンスの練習がしたい。野菜は鮮度が命。バチッと決めるっしょ。の3つの選択肢があります。それぞれ受け取れるラッキー報酬の染色の色が違いますので、選択する際はお好みの色のところを選ぶと良いですね。次にフィールドでのマウントキャラバンについてです。フィールドでは一度訪れたネームドの置き場所が選択でき、ラッキー報酬からエンハンスイマジンやバトルイマジンを獲得できます。派遣時間は5時間もしくは20時間から選べます。この派遣時間は土地間という要素で短縮でき、土地間は同じ場所への派遣の繰り返しで上昇します。最大が5で20時間が18時間へと短縮されます。そこまで劇的に短縮されるわけではないため、あまり意識しなくてよいかも。場所を決めるとマウントイマジンを最大5つまで選択できます。この再マウントイマジンの種類によって、ラッキー報酬の獲得確率の期待値が上昇します。報酬期待値はハートマークでわかります。直近で実装された自由探索の自然の脅威に挑むについての期待値です。こちらは時間が5時間の場合です。ハートの数は最大で3つまでです。20時間にすると確率が上昇しています。20時間でハート3つだと 4% でバトルイマジンが入手できます。ラッキー報酬のハートの数はマウントの種類が1つごとに1つハートが増加します。同種のものを増やすとその代わりにラッキーチャンスが増加します。この時マウントイマジンの限界突破値も影響します。同種のものを複数派遣して抽選回数を増やすのと同じように、限界突破でも抽選回数が増加します。限界突破は他のエンハンスイマジンやバトルイマジンと同様の場所でできます。このような画面でプラス1にするとラッキーチャンスが2に増えてますね。現在の最大値はプラス3のようです。マウントイマジンが余って仕方がない人は限界突破してください。限界突破することで枠が圧縮できて抽選回数を増やせますね。マウントの選択画面に話を戻します。同種のものを増やすとラッキー報酬のハートが増えず、ラッキーチャンスのみが増加します。このラッキーチャンスのハートは最大3つまでで、同時に1つの場所に選択できるマウントは5枠までです。つまり抽選確率を最大にして抽選回数を増やすのに最も効率が良くするには、最低3種類を含めて残り枠を同種のものに選択します。現状だと他社からマウントを1体引けていれば、この状況にできると思います。マウントキャラバンは最大で5つの場所へ同時に派遣できるので、数を減らして複数の場所に同時に派遣することもできます。ただしこの方法だとマウントをたくさん持っていない限り、確率も抽選回数も低くなるため、まずろくな報酬はもらえません。なので一つの場所に最大効率でマウントを選択する方をお勧めします。ご自分のマウントの数に応じて、この最大効率で派遣できる分だけ同時に派遣すると良さそうです。それとマウントキャラバンにもチケットが存在します。M キャラバンチャンスプラス1やプラス3チケットは抽選回数が増加します。土地間習得アップチケットは土地間がより上昇します。派遣時間短縮チケットは時間が短縮されます。派遣即完了チケットは待ち時間なしですぐに報酬が受け取れます。土地間が最大の5だと20時間が18時間へ。さらにその状態で短縮チケットを使うと14時間へ短縮されます。効率を求める人なら完了時刻を逆算して、ログインできるタイミングに調節すると良さそうです。フィールドのおすすめ派遣場所は後から説明します。その前にダンジョンのマウントキャラバンについてです。こちらをここまでに説明した街の使いやフィールドへ派遣して貯まったポイントを消費して派遣ができます。
ダンジョンは追加調査や上級調査ミッションをクリアして解放されます。そのミッションに応じた武器やプラグがラッキー報酬から獲得できます。ダンジョンへの派遣はフィールドと同様に5つまでマウントを選択できます。派遣時間は20時間で、ダンジョンへの派遣は同時に1つの場所までのようです。ラッキー報酬による抽選確率がこちらです。ここで少し変わった注意点ですが、武器を入手したい場合は通常通りハートを最大の3つまで増やす。つまりマウントの種類を最大3種類にすれば良いのですが、アビリティプラグは例外です。アビリティプラグが欲しい場合は報酬期待値を上げると、武器の確率が増える分、プラグの確率が減少します。そのためプラグ狙いでダンジョンへ派遣する場合は、マウントの種類を1種類で5枠選択するのが理想です。ハート1つでなるべく抽選回数を増やしましょう。という少し変わったマウントキャラバンの注意点でした。マウントキャラバンの派遣中はこのように派遣状況から確認できます。月に派遣時間分結果しマウントキャラバンが完了すると、画面右上にお知らせのログが表示されます。チャットの方でもシステムメッセージとしてお知らせされますね。完了後は派遣状況から報酬が受け取りできます。受け取り時に何がラッキー報酬で獲得できたか見れます。そして再度派遣するのを忘れずにしましょう。受け取りだけ満足して派遣し忘れると、かなり精神的にダメージを受けますからね。ということでマウントキャラバンについて一通り解説しました。最後におすすめのフィールド派遣場所をご紹介します。ダンジョンの方は特に触れませんが、プラグ狙いだと確率画面から、現状で欲しいプラグのミッションを選択すると良いです。投稿時点だとステータス G4 系やスキル G2 系などですね。ここからフィールドのおすすめ場所を紹介します。適宜一時停止を推奨します。まずはエバーグリーン砂漠、デザインのヒント。異国の山賊長ヒグマです。次に、西バーンハルト半島、中間管理職は世話しない。聖域師団員です。同じく西バーンハルト半島、見回り用の補充要請。プライリーアニマです。また同じく西バーンハルト半島、自然の脅威に挑む。キングドゴルマンです。そして最後にアステリア平原、本物を見たくって。タケル金色です。ということでおすすめのフィールド派遣場所でした。基本的には先ほど挙げたようなバトルイマジンが、現状で個人的におすすめするものです。わかる人ならわかると思いますが、EX/SP パーティーで推奨装備となっていた、バトルイマジンが中心です。これらは限界突破で1種類ごとに計12個ずつ必要です。キーキャラのバトルイマジンだと半分の6個で、最大まで限界突破できるんですが、ネームドエネミーのバトルイマジンは12個必要です。バフでバフ系イマジンは特にこの傾向が顕著ですね。プライリーアニマはスーパーアーマーを付与できて、アビリティに強撃の近接攻撃 G3 があるのでおすすめしました。最近だとキングドゴルマンが勇猛 G を持ちなのでおすすめに挙げました。こちらはバフでバフ系ではありませんが、限界突破で属性蓄積値やインターバルが強化されます。最大まで限界突破すると背後ヒットボーナス中もつくようです。貴族性ですので、キバースト用でも優秀です。そのためこちらも最大まで限界突破させたいですね。コツコツ毎日マウントキャラバンを利用し、好きなバトルイマジンを選んで、一つずつ最大まで限界突破していきましょう。だいたい一月で1バトルイマジン程度は、12個集められると思います。バトルイマジンは各クラスで長く使い回せますので、12個と多いですが、気長にやるしかありませんね。といったところで今回の動画は以上です。どうでしたかマウントキャラバン。皆さんはどのように利用していますか？おすすめの場所や利用方法、感想など、ぜひともコメントで教えてくださいね。いつもチャンネル登録、高評価、コメント、動画投稿の励みになります。ここまでご視聴ありがとうございました。またね。